どうも、今日のテーマはカルシウムです。いやー、皆さん、カルシウムって、骨を強くするものでしょって思いますよね。でも実は、私たちの健康をもう天国と地獄ほどに左右する驚くべき2つの顔を秘めているんです。さて、その謎めいた正体を今日は一緒に探っていきましょう。まずは、基本中の基本から。私たちの体の中にあるカルシウム、そのほとんど、なんと 99% が骨と歯にぎゅーっと詰まっています。まさに私たちの体を支える頑丈な土台そのものなんですね。でもね、面白いのはここからなんです。たったの 1%、血液とか細胞の中にいるこのごくわずかなカルシウムが、実は心臓の鼓動から脳の働き、もう生命活動のすべてをコントロールしてる、いわば司令塔なんです。ただ、このわずかな量が扱い方を一つ間違えると大きなリスクに変わってしまう。これ不思議だと思いませんか？その不思議さを解き明かすキーワード、それがカルシウムパラドックスです。パラドックスっていうのは、つまり矛盾。カルシウムが持つ非常にややこしくてあべこべな性質のことを指す言葉なんです。このパラドックスっていうのがまさにこの両極端な状況のことなんです。まず左側見てみましょうか。カルシウムが足りなくなると、体は生命を維持するためになんと自分の骨を溶かして血の中のカルシウム濃度を保とうとするんですよ。でも皮肉なことに、その骨から溶け出したカルシウムが今度は血管にこびりついて動脈を硬くする原因になっちゃう。じゃあ右側、サプリで一気に取ればいいじゃないかって思いますよね。ところが今度は血の中の濃度が急上昇しすぎて、それが心臓発作とかのリスクを高めてしまうんです。つまり足りなくてもダメ、取りすぎてもダメ、どっちに転んでも血管に問題が起きる可能性がある。これがパラドックスの正体です。では、このパラドックスがなぜ特に日本に住んでいる私たちにとってこんなにも重要なのか、ここをちょっと深掘りしていきましょう。実は私たちの生活環境って世界的に見てもかなり特殊なんですね。日本の水はご存知の通り軟水。これつまりヨーロッパみたいに毎日蛇口をひねってごくごく飲む水から自然にカルシウムを補給するってことがほとんど期待できないんです。頼れるのはほぼ食事だけ。でもその肝心の食事からの摂取量ももう何年もずっと目標に届いていないっていうのが現実なんですよ。このグラフがその現実をはっきりと見せてくれます。推奨されている量は1日およそ 750mg。でも実際の平均は 500mg ほど。これ毎日 250mg も足りてないってことですよね。牛乳コップ1杯分以上のカルシウムが毎日私たちの体からどこかに消えてしまっているのと同じことなんです。でもがっかりするのはまだ早い。ちゃんと希望もあるんです。しかもすごく力強いデータが。日本の大規模な研究で分かったことなんですけど、食事からカルシウムを一番しっかりとっているグループは一番少ないグループに比べて脳卒中のリスクが、これ信じられますか？なんと 30% も低かったんです。つまり正しい取り方さえすれば、カルシウムは私たちのとてつもなく強力な味方になってくれるってことなんですよ。さあ、ここからはいよいよパラドックスの核心に迫っていきます。なぜカルシウムの出どころ、つまりどこから取るのかがこれほどまでに重要になってくるんでしょうか。この謎を解く鍵、それがカルシウムボーラス効果っていう現象です。ボーラスっていうのは医療の言葉で一気に投与するみたいな意味なんですけど、要はサプリでカルシウムを取ると血の中の濃度が不自然なぐらい一気にドカンと跳ね上がってしまう。これこそが食事からゆっくり取る場合との決定的な違いなんです。例えるならですね、食事からのカルシウムは大地に優しく降り注ぐひとしとラメみたいな感じ。ゆっくりゆっくり必要な場所に染み渡っていきます。一方サプリは突然のゲリラ豪雨、一気にドバーッと流れ込んで体はもう処理しきれずにパニックを起こしてしまう。この吸収のスピードの違いがまさに運命の分かれ道になるんです。そう、このゲリラ豪雨、つまりボーラス効果の本当の怖さっていうのは、血液を固まりやすくするスイッチをオンにしてしまったり、動脈硬化の原因になるプラークにカルシウムが沈着する石灰化っていう現象を後押ししてしまう危険性があること。これが心臓の健康リスクに直接つながってくるわけなんですね。さて、カルシウムの物語はまだこれで終わりじゃありません。ここでもう一人ものすごく重要な登場人物を紹介させてください。その名はマグネシウムです。
この言葉がマグネシウムの役割をもう完璧に言い表しています。マグネシウムはカルシウムが細胞の中にわーっと過剰に入り込むのを防ぐ、いわば交通整理係みたいな存在。カルシウムの力が暴走しないように適切にコントロールしてくれる最高の相棒なんです。かつてはね、カルシウムが2に対してマグネシウムは1、この2対1の比率が理想だなんて言われてきましたけど、これはもうはっきり言って古い神話です。最新の研究ではむしろその比率が1対1に近づくほど、つまりマグネシウムをしっかり摂る方が体の中の炎症を抑えたり、いろんな病気のリスクを下げたりすることがどんどん分かってきてるんです。とにかくバランスが命なんですね。さて、謎もだいぶ解けてきました。じゃあ、ここまでの学びを具体的な行動に変えていきましょう。明日からすぐに実践できる賢いカルシウム戦略を一緒に見ていきましょう。ルールは4つ。すごくシンプルです。第2に、何よりも食事から摂る。これがもう大原則。第2に、最高の相棒、マグネシウムを常に意識すること。第3に、一気にどか食いせず、朝、昼、晩と分けて摂ること。そして最後に、吸収のサポーターであるビタミン D も忘れないこと。この4つが本当に大事な鍵になります。こちらが具体的なチーム編成の例です。ポイントはハイブリッドで考えること。吸収率がピカイチの牛乳とか乳製品をベースにしつつ、マグネシウムがたっぷり入った豆腐とかひじき、小魚といった日本の伝統的な食材を上手に組み合わせるんです。例えば冷や鶏にジャゴを乗せたり、お味噌汁に豆腐とわかめを入れるとかね。昔ながらの日本の食卓って実はこの理想的なバランスを自然と実現していたんですね。最後に今日一番お伝えしたいメッセージです。カルシウムはただ量を満たせば OK という単純な話では全くないんです。どこから取るのかという源、何と一緒に取るのかというバランス、そしてどうやって続けるのかという習慣、この3つが揃って初めてこの重要なミネラルはあなたの本当の、そして最強の味方になってくれる。そのことをぜひ覚えておいてください。